万博オフィシャルストアの紙袋をおしゃれなブックカバーとしおりにします。お買い物してるミャクミャク。楽しそう。紙袋を切って開きます。この丸い部分、かわいいし、かっこいい。紙袋を持っているミャクミャクの紙袋の思い出、ずっと残しておこう。切り抜きました。ダイソーの手張りラミネートフィルムです。薄いフィルムと厚いフィルムの間に切り抜いた部分を置いて、薄い方のフィルムをかぶせたら空気を抜きます。剥がれにくくするために5ミリくらい余白を残して切ります。黒脈もいるよ。黒脈もカット。同じようにフィルムの間に挟んで空気を抜き、余白を取って切るのですが、切りすぎた。薄いフィルムが剥がれてしまいます。でも大丈夫。薄いフィルムを剥がして厚いフィルムを貼って切ったらくっつきました。ショッピング楽しそう。ミャクミャクサキイカの袋をブックカバーにした時と同じ方法で文庫本サイズのクリアブックカバーに入るようにフェルトの縦と横をクリアブックカバーより5ミリくらい短くして切りました。一色のブックカバーならもうすぐ完成。剥がしやすいテープを輪っかにしてラミネートしたものにくっつけてフェルトに貼ります。お買い物ミャクミャクのラミネートにもテープをつけて貼ったらクリアブックカバーに差し込みます。文庫本や A6 サイズのノートをセットしてシール部分を貼り付けたらできました。万博グッズを買った日のことを思い出せて、フェルトの温かみもありながらクリアブックカバーで毛羽立ちが抑えられたいいとこ取りなブックカバー。正方形のフェルトで横の長さが足りない場合は両面テープを貼っておしゃれな2色のブックカバーに。色の組み合わせで自分だけのオリジナルになるね。本やメモが楽しくなりそう。五脈の部分はしおりにします。袋の両端をカットして糊でくっつけます。ずれている部分を切って
ラミネートしていきます。丈夫になるように厚いフィルム同士をくっつけて切って形を整えます。角は危なくないように丸く切ります。少し硬いので何回かパンチでパチン。こみゃくのしおりもできたよ。ミャクミャクグッズを探している時のワクワク感をずっと残しておけるブックカバーとしおり。これを見てオフィシャルストアの袋の両端と真ん中だとすぐに気づいた人はかなりのオフィシャルショップ巡り好きでしょう。大切に取っている紙袋どうしようかなって思っていたら作って楽しんでみてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録大歓迎です。よろしくお願いします。また見てね。